皆さんこんにちは。日本語コーチのしおんです。今日はですね、日本語教師仲間のまい先生をゲストにお迎えしています。実はまい先生と私はもともとお友達でした。今は私と同じく日本語を勉強したい生徒さんに向けて日本語を教えている先生をしています。まい先生はあるきっかけから日本語教師の道に進まれたんですが、海外に住んでいた経験もあって、もともとは塾で英語を教える先生をしていました。優しくて話しやすい雰囲気なので、初心者の方や会話に自信がない生徒さんにもぴったりです。今回はそんなまい先生のこれまでのストーリーや今教えている生徒さんについてだったり、先生として大切にしている思いについていろいろお話を伺っていきたいなと思います。どんな先生が気になる方はぜひ最後までご視聴ください。それではまい先生、よろしくお願いします。じゃあまい先生、こんにちは。こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ早速なんですけど、まい先生の自己紹介をお願いします。はい。オンラインで日本語の先生してます。まいと言います。よろしくお願いしまよろしくおす。願いします。出身は、日本の神奈川県っていうところ、東京の近くですね。で、生まれて、今は福岡県に住んでます。で、もともと、そうですね、大学卒業して、塾で英語の先生をしてまして、その後、オーストラリアにワーキングホリデーに行ったり、あとはフィリピンで働いたりとかして、今は日本でまた働いて、日本語の先生をやってるって感じです。おー、ありよろしくお願いがとうございします。ます。よろしくお願いします。そう、まい先生とはね、実はフィリピンのセブ島で出会ったんです。そうなんです。そう、前の仕事がね、同じ仕事で、うん。別の部署だったんだけど、同じ仕事仲間で一緒に働いていました。じゃあ、まい先生はどうして日本語の先生になろうと思ったか、きっかけを教えてください。はい、そうですね。まず、私、教えるのがめっちゃ好きで、さっき自己紹介でもちょっと話したんですけど、大学卒業して、英語の先生やってたんですけど、大学で、教員免許っていう、学校の先生になれる教員免許っていうのも取得してて、なので、もともとすごい教えることが好きだったんですね。で、実際に英語を教えてたりとかして、あとは自分も英語を勉強してるので今もずっとなんかこう言語を学ぶことの楽しさみたいなのをすごく知ってるので、それをこう自分の母国語である日本語を学びたいっていう人に対してこう自分のなんだろうな経験とかスキルとかっていうのを活かして働けたらなと思っていたらしおんさんにやってみないっていうふうに言ってもらったので今チャレンジして日本語の先生やることになりました。すごい、いいですね。ありがとうございます。じゃあ、まい先生は、英語のうん。先生をやりながら、やっていた経験もありつつ、今日本語を教えてはい、るから、どっちもいいですね。スキルを使えてますね。そうです。素晴らしい。ありがとうございます。はい。じゃあ、そんなまい先生の、日うん。本語の生徒さん、学んでいる生徒さんには、どんな生徒さんが多いですか？そうですね。一応国籍は結構バラバラで、東南アジアの方のタイとか、あとベトナムとかの生徒さんもいますし、ブラジルとかトルコとか、結構多岐にわたってて、レベルで言うと、今私が持ってる生徒さんの8割ぐらいが初心者、もうひらがなも全然読めないですっていうところから始まってますね。でも、結構今はテキストのひらがなも全部普通に読めるようになって、日本語で授業したりとかする生徒さんもいるくらいな感じですね。すごい、ひはい。らがな読めないとうん。ころから、今は日本語だけでレッスンできるようになってる。そうなんですよ。すすごい、ごいです。さすがですね。素晴らしい。ありがとうございます。じゃあ、まい先生の生徒さんは初級者さん、ビギナーの方がうん、多いんですかね。そうですね。やっぱり、まあ、自分が英語を話せるので、やっぱりその初心者、学ぶときに、なんかこう、日本語だけしか喋れない先生だと、ちょっと不安だなっていう人は、いざとなったら英語で説明とかもできるので、そういうところでは多分初心者の方が選んでくれたのかな、選びやすい先生だったのかなとは思いますね。まさにいいですね。英語でもね、解説してくれると、より初心者さんは理解が深まって
いいと思います。ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生ははい。普段、はい、どんなレッスンをしていますか？そうですね。基本的には、その生徒さんの目的とか、あとはどんなスタイルで勉強したいかっていうのに合わせて、スピードとかも合わせてやってるんですけど、基本のスタイルとしては、もう最初、フリートーク、今日週末何してましたかとか、今日何しましたかとかっていうフリートークをちょっとして、その後、テキストで文法の勉強をするっていうのが、普通の流れなんですけど、生徒さんによっては、もう全然フリートークずっとしたいですっていう生徒さんもいたりとか、漢字の勉強したいですって言われたら漢字のテキスト作って一緒に漢字勉強したりとか、結構生徒さんに合わせてそれぞれレッスンはカスタマイズしてますね。すごい。じゃあ、生徒さんにオリジナルの教科書を作ったりしてるんですね。そうですね。基本的にいろいろ作ってます。すごい。しかも、もともとね、先生をして教えてたから、多分教そうです。材の、私はね、舞先生の教材を見たことがあるんですけど、めちゃくちゃすごく見やすいし、わかりやすいので、めちゃくちゃいいありがとうございます。ですね。はい。ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生のレッスンのこだわりとか特徴とか、何かありますか？そうですね。私がレッスンの中で大事にしてるのは2つあって、1つが、生徒さんがたくさん話せる時間を作ることですね。やっぱり、すごい説明をいっぱいしたりとかするのも大事かなって思うんですけど、せっかくこの1コマ50分しかない、せっかくね、こう話せる時間なので、レッスンっていうのは。なんで、もう間違えてもいいし、時間がかかってもいいから、とにかく、こう、生徒さんに話してもらってっていう時間をすごく大切にしてるっていうのが一つ目で、うんうん。二つ目が、さっきとちょっと被るんですけど、質問をしやすいような雰囲気をできるだけ作ってますね。なんかこう、早く早くどん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 進むんじゃなくて、わかんなかったらいつでも質問していいよっていう雰囲気をなるべく作って、なんだろ間違えるところから学んでいくみたいな、いっぱい話して、いっぱい間違えて、そこから、あ、これ言えなかったなとか、じゃあこれ次はできるようにしようみたいな感じで、こう、たくさんたくさんアウトプットをして、そこから学んでいくっていうスタイルを結構大事にしてます。めちゃくちゃいい。でもそうですよね。先生と一緒にレッスンするっていうのは、本当間違ってもうん、いい環境だし、それをね、解説してくれて、で、正しい日うん、本語を学んでいくっていうのがね、こう、プロセスになってくると思うので、めちゃくちゃ素晴らしいと思います。はい。うん。私も英語を勉強しているときに、そういう先生だとめちゃくちゃ嬉しいなって思いました。そうですよね。そうなんですよ。う私もんうん。自分が英語勉強してるとすごいわかるんですけど、なんかこう、やっぱ話さないとね、こうわかうらない。ん。いや、まさにまさに、本当間違ったところから学んでいくっていう感じですね。ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生が思う日本語を学ぶ楽しさって何だと思いますか？うん、そうですね。日本語に限らず、こう言語を学ぶ、自分も英語を学んでるので、その上で言語を学ぶ楽しさっていうので言うと、やっぱりこう世界は広がるなって思いますね。単純にこう話せる言語増えるだけで、関われる人の人数も増えるし、あとは情報もたくさん手に入れられるし、あとは、同じ言語を学んでる人って、なんかちょっと近い考えを持ってたりとか、趣味みたいなもんですよね。趣味が同じで意気投合するとか、気が合うみたいなのと一緒で、やっぱ同じ言語を学んでいる人と出会えたりすると、またそれはそれですごく、いい出会いになるし、そういう意味で、いろんな意味で世界が広がるっていううん。感じはしますね。まさに私たちがそうですね。うん。いや、本当にそう、本当にそう。そうね、英語を学ぶ同士でフィリピンで出会って、今はうん。ね、日本で一緒に同そうそう。じ仕事をしているというね、そう世界そうそう。が広がり本当にました。うん、そうですよ。そういうのがやっぱり日本語でもあるなって思ううん。ので、ただ単にこう言語をマスターするとかじゃなくて、そういう世界を広げるとか、出会いをもっと、多くするみたいなところでも、すごい楽しさはあるなって思います。うん、確かに。しかもやっぱり日本に行きたいと思ってる方って多分いっぱいいると思ってて、でもそれ言語を学んでいるってより楽しいですよね。うん、本当にそう。もうういろんん。なものをやっぱりね、見たり聞いたりして、しかも翻訳機じゃなくて、自分の言葉でこう伝えたうん。りするのってやっぱり全然違うなって思うので、そこもすごい楽しめますね、旅うん。行とかも。
確かに確かうん。に。そうですね。それがもう学ぶ楽しさだったりもしますね。はい。はい。ありがとうございます。じゃあ、そんな舞先生のトライアルレッスン、体験レッスンでは、どんな体験ができますか？はい。一応流れは、まず、まあ、初めましてなので、自己紹介をして、そこから、そうですね、今、その日本語を学んでいる方だったら、どんなところでつまずいてるかなとか、っていうところをちょっとヒアリングしたりとか、これから学ぶよっていう人も、どういうふうに学んでいきたいかな、目的は何かなとか、最終的にどういうところまで行きたいかなみたいなのをちょっと聞かせてもらって、一緒にこう、じゃあどうやって勉強していこうねっていう、こうロードマップみたいなものを作って、そこからは、まあ多分、トライアルレッスン受けてもらってるってことは、こう実際にレッスンどういうことやるのかなっていうのは気になってると思うので、教科書とかを使いながら、こうどんな感じでレッスンやりますっていう、こうミニレッスンみたいなものを体験してもらうっていうのがトライアルレッスンの中身ですね。うん、素晴らしい。いいですね。じゃあ、トライアルレッスンに参加してくれたら、学習用のロードマップが作れて、しかも自分専用のものが作れるってことですね。そうです。うんうん、OK です。じゃあ舞先生はね、もともと塾の先生も日本で長くやっていて、教育の仕事にもね、長く携わっていました。また、オーストラリアとかワーキングホリデーの経験もあるし、フィリピンで働いた経験もあるので、海外の文化にね、とても理解があったりします。そして、英語も得意なので、また初心者さんの方とか、これから日本語を学び始める方にはね、英語でのサポートもできるということだったので、ぜひ日本語をね、これから勉強してみたいという方や、日本語を勉強してて伸び悩んでる方ですね。そんな学習者さんにとてもおすすめな先生だと思います。はい。そして、このポッドキャストを聞いてくれてる方は限定で、舞先生のトライアルレッスン、通常30ドルのところ、今だけ10ドルで受けてくださるとのことです。ありがとうございます。ぜひね、なかなかね、こんなチャンスないので、ぜひ気になる方は動画の概要欄をご覧ください。それでは最後に、日本語を学んでいる皆さんに向けて、舞先生からメッセージをお願いします。はい。そうですね。私も英語をずっと勉強したりとか、あとは先生だった経験があるので、なんかこう言語を学ぶっていうことの楽しさももちろん分かってるし、こう難しさとか辛さみたいなのもすごく分かるんですね。モチベーションが続かないとかっていうのもすごくよく分かるので、ちょっと伸び悩んでる方とか、これからやっていきたいなっていう人にすごく、私のレッスン受けてほしいなって思ってますし、あとは、まあ、勉強とか言語学習ってこういつからでもスタートできると思うんですね。やりたいって思ってる今がチャンスだと思うので、しかも一回言語習得したらもう、なんだろうな、一生の財産なので、もう身についたら、もう自分の武器になったりスキルになったりとかするので、もう今始めたいって思ってる方がいらっしゃったら、ぜひ私とレッスンできたらなって思ってますので、よろしくお願いします。はい。じゃあ今日は舞先生、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、またね、このポッドキャストにも、まい先生、ゲストとしてね、お迎えしていろいろお話ししていきたいと思いますので、ぜひ、チャンネル登録も忘れずに、よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。